コロナによって世界全体が変わってしまいました。コロナになって辛かったこと。私は新型コロナウイルスの流行により、コロナで私の生活スタイルがどう変わったのか。コロナという目には見えない恐怖と不安の中で私の生き方は変わった。また寒い季節が巡ってきた。ぶっちゃけ私はこのコロナについてできることなら話したくない。人とマスク越しでしか会えなくなり、みんなの表情が直接見られなくなってしまいました。私はまだ中学生なので、この2年間学校行事が思うようにできなかったり、あるいは中止になったり、立てるはずだった舞台に立てなくなったりなど、充実した日々を送ることができず、悲しい悔しい思いでいっぱいでした。毎日のように世界中でコロナウイルスに感染し、亡くなられた方のニュースや
生活していくのが難しくなった方々のニュースが当たり前かのように流れる日々に、悲しく辛い思いをしたことが今までの生活とは変わってしまったと思う瞬間でした。だってインフルエンザもコロナもどこにいてもかかる時には誰だってかかるもんでしょ連日テレビから流れる感染者数や苦しむ人々の様子は私をより一層不安にさせた。日本がコロナウイルスの侵入を許してから2年が経つ。どうだった？ 100人いたら100人のコロナに対する考え方がある。マスクをしなさい、こうしなさい、そういう考えのしつけが本当に嫌だ。コロナになって数年、一度も祖父母に会えなくなってしまいました。正直コロナがなければよかったのにと思ってしまうことも多々ありました。何よりつらかったことが、たくさんの思い出を残すはずだった習い事の全国大会や学校行事がなくなってしまったことです。コロナウイルスという目には見えないものが簡単に人の命や大切な人の人生を奪うことに怒りと恐怖を感じ、当たり前の日々も思わぬもので簡単に崩れてしまうことを知りました。ここ数年で注意深くなったことといえば、手洗いの励行とマスクの着用、そして3密に用心して行動すること。感染防止を重視するとガチガチに身動きが取れなくなり、日常生活とのギャップがなおさら広がっていく中で、目には見えないコロナ差別の怖さの方が強くて、絶対感染第一号になりたくないという人の心にも怯える始末。私がコロナ禍で感じたものは、恐怖、不安、悲しみといったネガティブなものだけではなく、希望や光だった。コロナが私たちに与えたものは、私たちが想像する以上にもっと深刻なものだ。
あとどれぐらい我慢をすればいいのか、あと何年待てばいいのか、誰にも分かりません。連日入院できない大勢の自宅療養者や死者の報告が発表されるたびに、その先行きの不安に対する政策はというと、いまだに混沌としていて、ほんと呆れ返る。何なのけ？コロナというウイルスもまた目には見えない大きな脅威の中に自分自身の小ささや弱さを感じるのかもしれない。コロナ禍になる前の日常の生活がうまく思い出せない。私の生活はほとんど変わってないです。日本人の集団心理によってみんなマスクをつけている。子どもたちはマスクをつけることが当たり前になり、嬉しい、楽しい、悲しい、感情を出す機会がどんどん奪われ、表情力が失われていく。その一方で人混みを避けなければいけなかったり、外出を制限されたことは私にとってありがたい状況でもありました。目的が自分を磨く、目標が自分を引っ張る、すると希望も見えてくる。働き方でも新しい可能性が広がり、オンラインというつながり方は距離と時間を超え、多くの素晴らしい出会いに恵まれた。子どもは入学初っ端からオンラインとなり、新たな学生生活が台無しになってしまって、親としてもすごく残念でたまらんかった。みんなニュースを見て聞いて、その情報に疑いを持つことなく信じる。私たちはコロナに翻弄されていることにさえ気づいていない。コロナがなければ気づくことは難しかったと思います。私はもともと人混みや休日に外出することが苦手だったので、制限されたことにより自分自身と真剣に向き合う時間や家族との貴重な時間を有意義に過ごすことができました。コロナは怖いって皆さん言われますが、笑いの会広報部長の私はいつも笑うネタをアンテナを張って見つけ、1日に3回以上腹の底からハッ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 って大笑いするんですよ。健康に対する意識は高まり、以前にも増して自分自身を気遣うことができるようになった。あまりにも情報量が多すぎる。差別、陰謀、矛盾、人の目。コロナって何なんだろう。未だにわからない。誰にもわからない。
でも少しずつ大変なのは自分だけではないという思いに変わっていき、前向きな気持ちになっていきました。いいこともたくさんありました。友達や周りの人とのつながりを大切にするようになりましたし、これまでの生活がどれだけありがたいものだったのか気づかされました。特に高校で始めた月に1回行われる華道部では、学校生活で最も楽しみなこととなっています。このような複雑な状況からいつも通りの生活ができるありがたさを痛感しました。愛する人のために強くもなれる。だから友人に会いたい時も旅行も行きたいところへ行こうと思ったらどこへだって行くんです。なのに片や大規模フェスやオリンピックで大騒ぎをしているのを見て何とも言えず腹が立った。人の心に直接的に訴え、心を豊かにする芸術や音楽、その価値が軽視されていることに私は悲しさを感じる。100周年を節目にして昨年1月末で会社も円満に閉められたと思った途端にこのコロナ。コロナって何なんだろお前は本当にいい時に仕事辞められてよかったよなって何人もの人に言われました。仏様のお導きかな。私にとってコロナは人生で本当に大切なことを改めて考える機会となった。ウイルスって丸腰で勝てる相手じゃないけど、知恵や技術でいつか克服できるウイルスに変わるっていうことを信じて前に進んでいくしかないがね。う。もともと割れかけていたお皿がコロナという振動でバラバラになってしまった。怒りの感情、悔しい感情、諦めの感情、いろいろな感情が殺されていく気がする。私はまだ怒りと戸惑いの感情で埋め尽くされている。都会では自殺する若者が増えている。今朝来た新聞の片隅に
書いていた。だけども問題は今日の雨、傘がない。行かなくちゃ君に。
何何何数年で数えきれないほど大変な思いをしたけれど、100年に一度と言われているこの状況を経験している私たちは、きっと未来でもたくさんの壁を乗り越えていけると私は信じています。これからは何事にも全力で進んでいきたいと強く思っています。